お待たせいたしました。新日本プロレスベストオブザスーパージュニア29の一夜明け記者会見を始めさせていただきます。会見の進行、清野茂樹が務めさせていただきます。では優勝者登場の前にですね、まずは発表事がございます。新日本プロレスリング株式会社菅林直樹会長よりお願いいたします。ではお願いします。ご視聴の皆様、こんにちは。本日はオンラインでの会見となりますが、報道関係の皆様、ファンの皆様、ご視聴いただきありがとうございます。3年ぶりに単独開催となりましたベストオブザスーパージュニアは、国内外から20選手がエントリーされ、全13大会におきまして、非常に熱く盛り上がった大会となりました。連日、熱い戦いを繰り広げていただきました全20選手と、応援いただきましたファンの皆様、そして報道いただきました媒体の皆様にはお礼申し上げます。誠にありがとうございました。本日は昨日の結果を受け、6月12日、大阪城ホール大会の全対戦カード並びに、6月20、21日、後楽園ホール大会2連戦の一部決定カードを発表させていただきます。6月12日、大阪城ホール、第1試合、天山博義、マスター・ワト、田口竜介組対アーロン・ヘナーレ、フランシスコ・アキラ、TJP 組。第2試合、武士、内藤哲也、高橋宏夢組対エース・オースティン、エル・ファンタズモ、石森泰治組。第3試合、スペシャルシングルマッチ、矢野徹対6ギャローズ。第4試合、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、第22代チャンピオンチーム、翔、高橋裕次郎、イービル組対金丸義信、エル・デスペラード、ザック・セイバージュニア組。第5試合、IWGP タッグ選手権試合、第94代チャンピオンチーム、チェーズ・オーエンズ、バッドラック・ファレ組対グレート・オーカーン、ジェフ・コブ組。第6試合、KOPW2022 争奪戦、KOPW2022 保持者、高木慎吾対太一。第7試合、ネバー無差別級選手権試合、第36代チャンピオン、タマトンガ対カール・アンダーソン。第8試合、IWGP US ヘビー級選手権試合、3ウェイマッチ、第15代チャンピオン、ジュース・ロビンソン対ウィル・オスプレイ対真田。第9試合、IWGP 世界ヘビー級選手権試合、第4代チャンピオン、岡田和親対ジェイ・ホワイト。続きまして、6月20日、後楽園ホール大会、IWGP ジュニアタッグ選手権試合、第69代チャンピオンチーム、マスター・ワト、田口竜介組対フランシスコ・アキラ、TJP 組。6月21日、後楽園ホール大会、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、第92代チャンピオン、石森泰治対高橋宏夢。以上となります。ありがとうございました。はい、会長ありがとうございました。先ほど大阪大会、それからその後続きます後楽園大会の対戦カードの発表がございました。注目のタイトルマッチなど続々決定しております。詳細等におきましては新日本プロレスの公式サイトをご確認ください。それではお待たせいたしました。昨日日本武道館におきまして見事スーパージュニア3連覇の偉業を達成いたしました高橋宏夢選手にご登場いただきたいと思います。ボロボロのヒロムちゃんが登場だい。ドン。それはい。来ました。ありがとうございます。それでは優勝から一夜明けて改めてコメントを頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。なんかこの一夜会見毎回こうあるじゃないですか。こういうなんか優勝した後とかあるじゃないですか。なんか面白いことやりたいなって思いません？レスラーでしたら思いません？まあレスラーじゃないですけどそう思いますね。そうです。はい。でも今回何も思いつかなかったです。もう本当に久しぶりにこんなボロボロになったなというぐらいもう体のあちこちが痛いです。なのでもう今日はちょっともう真面目に話したいなと思ってます。よろしくお願いします。
どうでしょう、史上初の3連覇という偉業ですけど、これに関して改めて一夜当たってどうでしょうか。まあでも1年半なんですよね、俺がこの3連覇を成し遂げたこの期間、デスペラードと日本武道館でやった時も2020年の12月、そして去年2021年の12月はヨート、そしてもうそこから半年しか経ってないんですよね、1年半で3回ですよ、ただやっぱりこのなんか記録、作れた偉業を成し遂げたのはそれは嬉しいですけど、やっぱりこの歓声のない中での3連覇っていうのは正直言ってすごく寂しかったですね。もちろん拍手応援すごい嬉しいですけどね、やっぱり歓声のある中優勝したかったなっていうのはありますね、優勝決定戦の相手エル・デスペラード、その2年前と同じ対戦相手だったんですけど、あの時の試合というのがかなりファンの間でも伝説化しているわけなんですが、それをやはり超えなければならないみたいなプレッシャーはございましたか。いやー、そんなプレッシャーを感じるのは結局終わってからになっちゃうんじゃないですかね。だってもう勝つことに必死ですもん、こっちは。試合前とか試合後とかはどうだったかなとかって意識するかもしれないですけど、もう試合が始まったらもう勝たないといけないんですもん、それはそんな余裕はございませんでしたね。あとはそのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、今年はその20選手の中でかなり初出場がたくさんいましたけど、そうですね、その初出場選手に関して、ヒロム選手としては印象に残る、選手どなたでしょうか。いや、もう印象に残るも何も、もうまずはこのコロナ禍の中、外国人選手、そして、グレートからエル・リンダマン選手、いやもう本当にスーパージュニアを盛り上げてくれてありがとうございましたと言いたいです。これはもう選手一人一人が新日ジュニアを盛り上げてやる、新日ジュニア食ってやる、俺が一番になってやる、そういう思いが、一人一人の思いが今回のスーパージュニアを作り上げたと思ってるんで、いいですよね、なんかもう昨日俺優勝した時に思ったんですよ。俺喋ってて、なんかそういえば昔みんなで写真撮ってたりしたことあったじゃないですか、集まってね。これありなんじゃないかなと思ったんですよね。来てくんねえかなってちょっと心の中では思ってました、誰も来ないですよね、ロスイングのメンバーですら来ないですよね、いいんですよ、いいんですけどね、でもやっぱりこの20日間ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、なんかその中で敵ですけど、もう試合終わればもうこれはもうノーサイドだなと、もうみんなありがとうっていう気持ちがやっぱ強いんですよ、ってなるとやっぱもう出場選手全員揃ってリング上で写真撮るっていうのもなんかやりたいなとかっていうのは思いましたね、なんかそういう時が来たらいいなっていうふうに思います、先ほどそれからタイトルマッチが発表されまして。そうなんですよ、俺今日それをここで言おうと思ったんですよ。石森に挑戦するっていうふうに思ったんですけど、いやなんかちょっとこれはちゃんと言わないといけないかな。昨日石森選手のコメントですよ。ヒロムに指名を移されたと、今年もベスト・オブ・ザ・スーパージュニア決勝に残れなかった、負けたこともわからないなんて、でチャンピオンとして最大の屈辱だ、今日の結果がどうあれ俺はヒロムにリベンジする、これを受けての多分タイトルマッチ組んでくれると思うんですけどね。いや俺としてはチャンピオン側からそういうふうに言ってもらえるっていうのは嬉しいなと、結果がどうあれ俺が挑戦できる位置にいる、これは俺は嬉しいなと思いましたね。しかも後楽園ホールいいじゃないですか。久しぶりに本当に超満員の後楽園ホールを見たいなと思いますね、これはぜひ超満員になってほしい、ぜひ来てほしい。もうワールドで見てなんて言うけれども来てっていうのをもう大きい声で言いたい、ぜひ会場に来て、それだけですね。
じゃあ後楽園ホールでのタイトルマッチ、非常にモチベーションが高まってるという。もちろんですよ。よっしゃ俺らってやって感じですよね。もう俺らまあ満員の中で俺チャンピオンやってやるぜ俺らって感じです。俺らっていう、もうそれぐらいの意気込みですよ。その得点、今回の、リーグ戦も、直接対決の結果、ヒロム選手とデスペラード選手が勝ち上がったわけなんですが、得点的には石森選手もファンタズモ選手も、同じレベルの得点だったということで、やはりこの4人がもうそのトップ選手、このタイトルマッチ、今後絡んでいくのかなという見方がファンの中でもかなりありますが、いやどうですかね、結局そう得点ですからね、得点ですよ、もうあの過酷なリーグ戦ですよ。誰一人としてフェアで戦えてない、絶対誰かしら傷つきながら戦ってる中ですよ。だからもうそんな得点なんていうのは俺は別に大した問題じゃないんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから別に分かんないですよ本当に、誰がすごかったとかじゃないですね。今回のスーパージュニアに関しては本当に一戦一戦が厳しかったですね。リーグ戦の中で新しい技も披露されましたが、スタナーのような形の技っていうのは、あれは何か名前っていうのは？いや名前はつけてないですね。なんかもう名前をつけるっていうのもなんかちょっとあれかなと思ったんでね、って言いながら最後タイムオブ 2.5 って言っちゃいましたね。勢いですよね、あれに関しては。あれが勢い、1.5 も本当あったんですよ。それはどんな技なんですか？あんまり言うとあれですよね。1.5 もあったんですけどね、出すタイミングとかそういう機会がなかったですね。狙おうとはしたんですけどね、1.5 はそのうち出るんじゃないですかね。承知しました。では次、これからもちろんタイトル1.5、2.5 とかの方がいいですかね。読み方ですか？どちらでも大丈夫だと思いますよ。どっちもいいですか？はい。そこは迷いました、正直。2.5、2.5 の方がかっこいいのかなと思ったんですよね。英語だと 2.5 ですか？はい。ですよね。はい。どっちがいいんですか？でも 2.5 次元俳優なんて言葉もありますから。じゃあ 2.5、じゃあ日本の時は 2.5 で、もしこれから海外行くことがあった時は 2.5 そうですね。ですか？それがいいかもしれませんね。じゃあそうしましょう。それで今決定ということで。はい。そうです。新しいスタナーのような技に関しては。それはちょっと後々。後々です。承知しました。という形で質問させていただいておりますが、ヒロム選手から何か言い残したことはございますか？なんかこの辺なんか触れてもらえないですか？今日ヨーグルトですか、それは？そうなんですよ。はい。これ俺試合後に控室帰ったんですよ。はい。路線後控室に。はい。いつも通り誰もいないんです。はい。それは分かってます。また誰もいねえや。そしたらこれがあって、森さん3年連続4度目の優勝おめでとうって。内藤選手から。あってですね。そうなんです。これは内藤さんなんですかね。やっぱ内藤さんだと思いますよ。森さんって呼ぶってことはおそらく内藤さん。大抵ほとんどの人は森さんって呼んでるんで、そうですか。もう分かんなくなってきちゃったんですよ。で内藤さんだろうなと思います。ありがとうっていうのは伝えないとなと。それだけだったんですか？それだけです。他には何もなかったんですか？ないです。そうですか。お祝いのメッセージなどは？ないです。 LINE も一切なしです。そうですか。高木さんから来ましたね。どういった内容が？なんかおめでとう的な、すごいね。シンプルな感じです。だったような気がしますね。覚えてないです。ではそのこれそうなんですよ。これ短パン、これもう BOS で29って書いてあるんですけど、こちらも別になんですけどね。でこれ本当に今回ちょっとスーパージュニアで交互に使おうと思っててなんですけど、後楽園ホールで膝止めされて、俺そこから膝にテーピング巻いてたんですよね。
でなんかそれを他の選手に分からせちゃうとまあ狙われちゃうじゃないですか、だからそれを隠すためにずっとロング入ったんで短パン使えなかったんですよ、もったいないじゃないですか。全く使ってないんですか？いやだから使えなかったですよ。見てなかったですか？一度も開幕の前から使ってなかったってことですよね。そうです。だって開幕前から美容室で29使うわけですよね。そうですよね。もう開幕に合わせて作ったんです。見てました？いやもちろんです。怪しいな。いやもちろんです。本当ですか？現場に何度か行かせていただきました。本当ですか？はい。まあいいですけど、まあそれで、なんかこう使わないのはもったいないなと思って、それだったらまあこうせっかくタイトルマッチが決まって、俺もこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア29のチャンピオンなんで、まあ履けるなと思って、だからちょっとこれを履こうかなって思ってますっていう。その頃にはもう膝も良くなってますしね。なるほど。っていう報告ですよね。いらなかったですか？いえ、コスチュームの意味というのがやはり今ので理解できましたので。そうですね。じゃあこれは6月だって今ここで伝えてなかったら、うわなんかヒロまだスーパージュニアのコスチューム入ってるよ、うぜんだよっていうふうに言われるかもしれないじゃないですか。そこまで思う人はあまりいないと思いますが、砕け散れよって言ってくるかもしれないじゃないですか。それ防止ですね。これちなみに12日からお使いになるんですか、それとも21日のタイトルマッチで？いやそれはやっぱ12からちょっと使おうかなって思いますよね。タイトルマッチまで温存することはないと。別に温存するもんじゃないですけどね。そんな別にコスチューム温存ってあんま聞いたことないですよね。確かにそうですね。俺はコスチューム温存してるからだって言ってなんかちょっとおマジかって相手になりますかね。でも人と違うことするの結構お好きじゃないですか。いやでも俺コスチューム温存してるからな石森って言って石森選手が「なんだあいつコスチューム温存してるらしいな」みたいな感じになりますかね。そう思わせといてまたいつものロングでいくっていうのも一つ駆け引きだと思います。そっか、確かに。いや今いいヒントもらったかもしれないですね。じゃあ分かんないです。じゃあ温存します。温存ですよ。これだから見てますもんね。俺はどっちで来るか分かんないですよね。大阪城もしかしてロングかもしれないです。あいつロング入ってるなるかもしれないですね。でも短パンかもしれない。駆け引きですね。そうですね。そこからもう始まってるということです。さすがやりますね。それちょっと使わせていただきます。採用ありがとうございます。これちょっとカットでじゃあ。ありがとうございます。石森選手もおそらくこの携帯サイト等で映像もご覧になっていると思いますので、両者の駆け引きどうぞご注目いただきたいと思います。では締めてもよろしいですか？まだそういう簡単に締めてもらうわけじゃないですね。せっかく来たんですよ。なんかもっと質問なんかないですか？あれですよ。今まで俺これ持ち歩いてたじゃないですか。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、入場の時に去年は半年ですかね、半年間持ち歩いたじゃないですか。でちょっと今回はもう俺前回首ポッキンした時に持ち歩いてて、で首ポッキンした時に俺約束してたんですよ。俺は次のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアまで持ち歩くみたいなね。で首ポッキンしちゃって持ち歩けなくなっちゃって、で月日はどんどん流れていき、で去年優勝した時に、じゃああの時の約束を果たすかみたいなあれで、ずっと持ち歩いてたんですよ。で成功したじゃないですか。持ち歩けたよかったってなったじゃないですか。だからもう今回はもうその6月の21日後楽園ホールの対石森戦まで持ち歩こうかなと。そこまでですね。今回は、っていうのもですね、俺が持ち歩いたことによって意外と傷だらけになったんですね。僕もスーツケース入れてたことによってちょっと傷が増えたなと思って、それを感じたんですよ。かわいそうだなと思って、
それだったら持ち歩かない方がいいかなと、そう思っちゃう。じゃあ21日までの限定ということで。まあそうですね、はい、って思います。わかりました。はい、いやでも本当に石森選手とは、スーパージュニアをめぐる戦いも、過去ございましたし、はい、2018年ですかね、はい、またこうシチュエーション変わった上でこうぶつかりますけども、今年の石森選手のリーグ戦なんかご覧になっていかがですか？リーグ戦ってやっぱでも参考にならないんですよ、やっぱそういった意味では、100% の状態じゃないじゃないですか、リーグ戦中って、やっぱそこをこう見返してもなかなか参考にならなくて、やっぱ安定感がすごいですよね、もう本当に隙がない、隙を作るのが大変だから、俺もちょっと今回石森さんが知らない技を出して油断させて、なんとか取れたわけじゃないですか。だからもう意地の張り合いですよね、最後は、隙がないんで無理やり隙をこじ開けるしかないわけじゃないですか。面倒くさい作業なんですけどね、いや本当に期待が持てます、それから今回は優勝、3連覇4度目ということですけども、そういえばライガーさんもヒロム選手の優勝を予想していたという話を。見ましたよ。この的中に関してはどんなお気持ちでしょうか？おめでとうございます、ありがとうございますっていう感じですね。ライガーさんがおめでとうって言ってるんですけど、おめでとう言ってくれてるんですか？はい、ありがとうございます、ありがとうございますって感じですね。どうですか、ライガーさんをもう3連覇、ライガーさんですらやったことないことを達成したわけですけど、ライガーさんを超えたという実感はいかがですか？別にそれを超えてないですもん。別に IWGP を何度取ろうが、スーパージュニア何回優勝しようが、別にライガーさんを超えたことにならないですからね。ライガーさんを超えるっていうのは違った方面から俺は超えたいなと思ってるんで、ライガーさんがやってきたことをこう超えることはできないわけですよ。でもこう超えることはもしかしたらできるかもしれない。そこですね、俺がやろうとしてるというか、記録ではないっていうことですね。記録ではないですよ、そのやってきたこととかそういうのは、そのキャリアとかっていうのがやっぱありますけどね、あれだけ長い間やられてるっていうのもすごいですし、ただやっぱね、こうライガーさんからなんか怒られちゃってますからね。見ました？最近ですか？YouTube とかなんか予想してた時の。ちょっとそこは見てないです。嘘だ、知ってるくせにまた知ってるんですね。お願いします。なんですか？お願いします。言ってくださいよ。いやお願いします。いや、ちゃん俺がなんか言うよりかは言ってもらった方がちゃんといい風にこう説明してくれるじゃないですか。私が考えてるのともしかしたら行き違いが。いやいや、それです。いや違う。どうぞ。いや私ちょっと見てないんで多分違うと思うんです。どうぞ。違うと思うんですよ。いいですよ、言ってください。お願いします。やっぱりご本人から聞きたいですね。いや、そんなんだって俺嫌ですもん、その自分で言うのも。でもご覧になってるんですよね。見ました。ぜひもうで見ましたけど、ちょっと15秒飛ばしながらあれしちゃったんで、そんなにあれなんですよ。言われてるわぐらいの。俺はあんま結構褒められて伸びるタイプなんで、褒められて伸びるタイプなんで、なんか、確かちょっと違ったら申し訳ないですけど、なんかそのスタイルを今までのスタイルではなくてこう変えた方がいい的なことをそうですねおっしゃってましたよね。なんかガウンはなんだみたいな言ってましたよね。このあたりに対するアンサーはいかがでしょう？そのアンサー、だってじゃないですか。それは俺がなんでコスチュームを着てるかっていうと、東京ドームで試合をしました。一番前にいるお客さんだけに伝えたいわけじゃない、テレビにいるお客さんももちろんそうですし、やっぱり会場に来て初めて会場に来ました。一番安い席を買いました、一番後ろの席でした。印象に残るじゃないですか、俺たちやっぱ小さいジュニアの人間っていうのは
もうただでさえレスラーとして見られないんですよ。これ悔しいことに素顔ですよ。高橋宏夢、街歩いてます。知らない人がプロレスラーだプロレスラーだって思うと思いますか？絶対思わないです。ちょっと体体格がいい人、なんかスポーツやってる人なのかな、でもプロレスラーっていうふうには思わないと思うんですよ。それを少しでも初めて見に来るお客さんにどうやって伝えれば、どうやって印象に残すか、どうやって覚えてもらうかって言ったら、やっぱり見た目でちょっとした派手さを演出するしかないんですよ。ライガーさんはマスクマン、全身コスチューム、もうどっからどう見てもプロレスラーですよ。マスクマンの羨ましいとこなんですよ。小さくてもマスクかぶってたらプロレスラー、あ、プロレスやってる人だ、わかるじゃないですか。それってマスクかぶってない人からしたらやっぱ羨ましいんですよ。体が小さい、ライガーさんだって別に身長はないじゃないですか。体は大きいですけど、でもその体を持ってたとしてもプロレスラーだと思われるかどうかは分かんないですよ。でかい人はいっぱいいますからね。今一般の人でも鍛えてすごい人いっぱいいますからね。でやっぱりレスラーっていうのはいつの自分も身長高くて体大きくてっていうやっぱりイメージがあるわけで、そのイメージをね10年20年で壊すなんて難しいですし、壊しちゃいけない部分でもありますし、だから俺がやってることは絶対間違ってないですし、俺は俺のやり方でライガーさんあなたを超えるっていうふうに言ったっていうメッセージをちゃんと捉えてほしいな。なんかいろいろ考えがあると思うけどとも言ってましたけど、もちろん考えがなきゃこんなことやってません。考えがあるから俺はこういうことをしてるんです。こうやって真面目に喋ることもするじゃないですか。ただただ俺はふざけてるだけじゃないですよ。ちゃんと真面目な時は真面目に喋るんですよ。それは分かってほしいなっていうのは思いましたね。俺は本当にマスクマン大好きなんですよ。マスク羨ましいと思って俺はかまいたちやってましたし、その違いってでかいんですよ。街歩いててマスクかぶったらもうプロレスラーですから、テレビにマスクかぶってる人出たらもうプロレスラーなんだなって分かりますから。だからメキシコではマスクがあれだけもうレスラーの象徴としてなってるわけじゃないですか。っていうアンサーです。どうでしょう。もうこれはもう生意気なクソガキがすいませんでした。でも本音です。俺は俺なりのちゃんとした考えがあって今の高橋宏夢なんです。ただ分かんないですけどね、俺こんなこと言っててもう次にはめちゃめちゃもうハスってなってるかもしれないですけどね。変わってるかもしれないです。それは分かんないです。俺の気分次第ですからね。俺がそういうあれは終わったな、俺はもうこっちでいけるなと思った時には変わるかもしれないですね。分かんないです、はい、ただ俺も全部が全部ふざけてるわけじゃないですからね。真面目にやる時は真面目にやりますから。ただふざけることが好き、面白いことが好き、自己満ですよ、はい、そんなもんじゃないですか。なるほど、はい、じゃあ満足していただいたところで、いやでも、はい、やっぱりだから、はい、昨日俺リングで喋ってて、はい、藤波さん、はい、すごいですよね。いや改めて、そうですよ。だって木本さん書いてたじゃないですか。なんか、はい、ツイッターでリツイートコラムですか、はい、リツイートしましたよ。ありがとうございます。今こそみんなに知ってほしいみたいな、ジュニア響きの藤波辰巳さんの歴史みたいな、はい、いや感動しましたよ。ありがとうございます。でやっぱりすごいですよね、すごい人ですよ。本当にジュニアヘビー級、新日本プロレスのジュニアヘビー級ではなく、本当にもう日本全体のそのジュニアヘビー級、広めた方じゃないですか、確実に、はい、もしかしたら藤波さんがいなかったらジュニアヘビー級っていうものがなかったかもしれないレベルの方じゃないですか。いや本当にそうですね。だから元をたどれば本当に感謝であり、昨日の言葉になるんですけどね、っていう中で、俺初めてプロレス見に行ったのって2003年の1月4日なんですよ。東京ドーム大会、はい、それの第一試合が藤波さん対西村さんだったんです。ということは、はい、俺人生で初めて会場に行った試合で一番最初に見たのは藤波さんなんですよね。藤波さんの試合、これはなかなかのデスティーナじゃないですか。ですね。すごい。
運命ですね。どう思います？いやもあんまり感動しないですよいやいやいね。や俺これえ結構心にきましたよ。いや私も今来てますね。初出しはあんまり感動してないと。い。いやしてますよ。なそうでしたか。なんか俺がなんか真面目に言ってもやっぱ響かないんですか？いやいや響いてます。ね、俺ってちょっとあれですか、何言ってもふざけてるように聞こえます？俺結構今真面目な話なんですけど、いやライガーさんのところへんから結構ずっと真面目いやな話してました。もう伝わってますよ。本当ですか？人間本当に伝わった時ってやっぱ身動き取れないもんですね。さっきから身動き取ってないですけどやっぱり本当にそうだったんだという驚きが、当時高校生ですかね、中学生、中学生、中1かな。中1ですか。いやでもそうやって時間が経ってその優勝を祝福してもらうっていうのは本当にすごい巡り合わせですし、やっぱりそうですね、ジュニアヘビーっていうなんかこう系譜が受け継がれてるなっていうのはやっぱ感じます。これは本当にもう大きな言葉で言うと文化ですよね。文化、はいいい言葉ですね。じゃあいい言葉が出たところで、はい、そろそろ締めさせていただきましょうか。はい、スタッフでもやっぱその試合後にこう言った通り、藤波辰巳さんにその目の前で、いつの日かちょっと対戦してくださいって勢いで言っちゃいましたけど、もうなんかそれもこう50周年の中なんでね、なんかこういつか叶ったら面白いですよね。それも藤波さんご自身も今年はシングルマッチをやりたいとそうですね、おっしゃってますので、可能性としてはあると思うんですよね。だったらやっぱこうなおさらやっぱ、3連覇4度目の優勝、そして IWGP ジュニアヘビー級というものを持ったまま、新日ジュニアの男としてやっぱり今のジュニアをこう見せたいっていうのはありますよね。東京ドームの第一試合で実現だったら最高ですね。そこはなんか別にあんまりそうですか、すいません、響かなかったですけどね、俺は。そうですか。じゃあこれは不なんか採用と。聞きたいことないですか？もう結構聞いたと思うんですけど、あんまり長いと見てもらえないですしね。あと文字起こしをするスタッフが結構大変だ。おっと大変なんじゃないですか、これもうどこまでそういうふうに言われると喋りたくなっちゃうんだね。これどんどん喋ってるとやっぱテンション上がってきますよね。俺昨日マジで全然寝れなくて、全く寝れなかったんですよ。やっぱ興奮状態で寝れなくて寝たんですけど、寝たんですか？寝たんですね、寝ました、ちゃんと寝ましたけど、もう朝起きたら全身痛くて、もうベッドからもう3、40分こう起き上がれなくて。どこが一番痛いですか？やっぱりもう膝は、もう皆さんご存知じゃないですか。ただ意外と手首と肩、もう痛くて、なんで痛いんだろう。背中も痛いんです。全部昨日の試合ですか？いや蓄積でしょうね。今までのこの一番大変だったのはやっぱり後楽園3連戦あたりですか？一番大変だったっていう、別に一番っていうのはないですね。ただそうだ、インパクトとして残ってるのが大田区でやったクラークコナーズ、ゴング開始で、俺も一気にガンって言ってやろうと思ったら、向こうもその気の目つきだったんで、これを一気にぶつかってやろうと思ってバコーンタックルでぶつかり合ったんですよ。衝撃がすごすぎて、スーパージュニア、今回のスーパージュニアで一番ちょっと感動した出来事でしたね。うわっ、勝てねえって思いました。タックルはすごかったです。すごかったですね。いやもうサイ、まさにですよ、角が生えてるか生えてないかの違い。もう威力的には多分サイですよ。サイのタックルは知らないですけど、あれぐらいの勢いあるんじゃないかなって思いましたね。いやマジですごかったです。試合中もう一回受けたのありましたね。2回目ありましたよね。いやもうテンション下がりましたもんね。うわやべえと思って、力がすごい。もういろんなヘビー級の選手のタックルとかも食らったことありますけど、ちょっと違いましたね。スピードと突進力とパワー、
なんか全てが重なり合った衝撃でしたね、うわーこれはすごいなと思って、ちょっと試合後に感動しましたね。もうバチン食らったらもう次もう受け身取ってるんですよ。あれと思って、なんだ今の衝撃、あそこで抑えられたら危なかったですね。あれはスリーカウント取れますよ。それぐらいの威力でしたね。いやークラーク・コナーズちょっとびっくりしましたね。いやータックルは俺はちょっと大事にしてほしいなっていうふうにちょっと思いましたね。いやゆくゆくまた両者がね対戦することを本当に期待しておりますので、うわ冷めますわ。いやいやいや今の冷いやめますわ。私も本当すごいなと思いました。やっぱ返してうわすごいな。もういいですよ。いえうわもう今すごい冷めました。正解はじゃあ何でしょうか。いやもういいですよ、いいですいいですいいです。でも今もう本当にもう早く帰りたいんだなっていうのはすごい伝わってきました。違うんですよ。私はもっと聞いていたいんですけど、文字起こしですね。文字起こしのスタッフがいやもうあそこでプロフェッショナルですよ。はい。最悪いらないところはバッスンカットしてもらいます多分。でも映像には出てるわけですよ。映像でも多分もしかしたらバッスンカットになってるかもしれないですからね。はい。でもカッフトするルじゃないかもしれないです。でもカットする作業がいや生じるじゃん。もう作業というか、もうここからここいらねえだろってパンって切るだけの作業かもしれないです。かもしれないんで、はい。これもし YouTube 上がったら10分ぐらいかもしれないです。はい。行きましたね今もう伝わりましたよ。何がですか。帰りたいんだなって。違います。本当に伝わりました。本当に楽しみになる。あれこの間頑張って今日来たんですよ。いや本当に。何喋ろうかなって何も考えずに、もうこれはもう直感で言うしかないと思って、気持ちだな。何事もやっぱ気持ちっていうのが一番伝わるな。考えていくんじゃなくて気持ちでいった方が伝わるなと思って俺は来たんですよ。それでやっぱこうやって話してるうちにクラーク・コナーズのあの技があったとかいろいろ思い出すわけじゃないですか。こういうトークをしながらこう振り返れるわけですよ。これトークなんですかね。トークじゃないんですか。会見司会の立場でだと思ってたんですけど。だって会見とか言われたって、俺もう言いたいこと全部昨日言いましたもん多分。だから今日はもうゼロで来たんですよ。だからこうなんか遠くからこうプロじゃないですか、その辺引き出してもらえるのかなと思ってこんだけ引き出されちゃったんですけど、最終的にはなんかそういうなんかもう帰りたいオーラを出すから。違いますよ。いやもうゆっくり本当はお話ししたい。いやもういいですよ。確かにクラーク・コナーズ戦ね、あれは本当にクラーク・コナーズの今回のリーグ戦の中で僕はベストバウトはヒロム選手との試合だった。そういうのは別に大丈夫です。そういうのいや初対決でやっぱあれだけのインパクト残せたとやっぱすごかったなと。そういうのは別に大丈夫です。そういうのは求めてないです。あれ確か第4試合だったと思うんですけど、やっぱあの日の大会の中であそこでやっぱ大きな僕山が来たなとやっぱ思うんですよね。第5試合ですね。第5試合でしたっけ。休憩一つ前でしたよね。第5試合。そうですよね。第5試合失礼しました。第5試合であそこで山が来ましたね。見てないですね。いや見てました。一番近いところで見てました。もうこの辺にしましょう。そうですね。最後微妙な空気になってしまいましたけど。そうですね。はい。これはもう全部清野さんのせいです。申し訳ございませんが、では今日はこの辺りで、そうですね、会見を締めさせていただきたいと思います。見事前人未到の3連覇4度目の優勝を達成いたしました高橋宏夢選手でございました。ありがとうございました。バイバイ。